プロフェッショナルな引きこもり、プロフェッショナルな引きこもり。イタリアから帰ってきて今日本にいるんですけど、でこの後来月早々にコロラドに向かいます。そのコロラドに行く間、この数週間の間にやりたいことが一つできてしまって、で何かというと、僕イタリアのマラネッロのフェラーリの工場を見に行ったでしょ。でやっぱ感じるものがあって、フェラーリ欲しくなっちゃったんだよね。ただ僕フェラーリ乗ったことがないし、そもそも今までフェラーリ乗る人は車について詳しくないと乗ってはいけないものだって思ってたから、あんまり考えてなかったのね。でもどうしても乗りたいんだよね。乗りたくなっちゃったんだよね。いろんな問題があって、僕はあんまり日本にいないっていうこと、もう一つは僕一人で運転するわけじゃないから、マニュアル車は選べないってことなの。だから初心者向けでかっこいい、あとはもう初心者だからトラブルに対応できないから、トラブルの多いものは選択肢から除外されるかなって思うのね。あとは僕の身の丈に合ったものでは、身の丈に合ってないんだけど、金銭的にもそれなりに予算的にも合うものじゃないと買えないでしょ。やっぱ難しいかな、素人がフェラーリに乗るっていうのは。メンテナンスもかかるっていうし、保険も高いっていうし、しょっちゅう壊れるっていうでしょ。だからいろいろと問題が多いことは分かってるんだけども、それでも乗りたい気持ちがあるんだよね。ちょっと今悩んでます。いろいろ調べようかなと思ってます。誰か詳しい人いないですかね。いろいろとアドバイスください。 After I traveled to Italy, I became strongly attracted to Ferrari. But I'm a beginner about cars, so I don't know what to choose. And I heard lots of negative information, so I have to learn more. 例えば駐車場だったり、入ることのできるお店を選ぶだとか、保険が高い、保険に入ることができない。日本の道路事情ではフェラーリのスペックを十分に生かすことができないので面白くない。雨の日に乗れない。2人しか乗ることができない。メンテナンスが高い。壊れても直せない。やたら壊れる。乗り心地が悪い。などなど、ネガティブなねインフォメーションはねいっぱいあるんでね、乗るべきでない理由はいっぱいある。それでも乗っている人がいるという事実はあるでしょう。乗ってる人はいるわけじゃない。そんなひどい噂だらけの車をそれでも乗ってる人がいるわけでしょ。そのネガティブな情報を上回って乗りたいと思う人がいるわけでしょ。何か理由があると思うんだよね。一番最初に政治のロットをケンさんにいただいた時、車で例えるならばフェラーリみたいな竿ですって彼が言ってたのね。どういうことなのかなってずっと引っかかってるんだよね。どういうことを意味してフェラーリみたいな竿だって言ってるのかね。その竿を僕は使ってるわけであって、じゃあそのフェラーリっていうのはどういうものなのかっていうのを知っておく必要があるかなと思う。これだけ悪口を言われてることこそが魅力かもしれないね。I want to be a 引きこもり like Ferrari。 僕は世界中のマスをかっこよくやっつけたいんだよ。Why don't you buy my beautiful tri-fly? Don't be shy, baby.